今回は中村すみれ初段のネット後の対局を解説したいと思います。では初手から見ていきたいと思います。黒番が台湾のプロの方で、白番が中村初段ですね。じっくりこすみましたね。中村初段といえばもう二間高バサミしか見たことがなかったんですけど、気分を変えてということですね。いろんな布石を試してるという感じなのかなと思いますね。でこちらの飛びがね、普通は左下受けるんですけど、何か桂馬とかに受けるんですけど、これがやっぱり中村初段独特の感覚ですよね。ここが大きいっていうのはやっぱなかなか素人には気づかないので、確かに打たれてみたら大きいってわかるんですけど、飛びがいい手でしたね。素人には気づかない。で黒受けたので、この飛びと交換は白が利かしになりましたね。白が得しました。これ白両方打ってますからね。左下の受けと飛びを両方打った理屈なので、これは白がもう早くもね布石でうまいことやってますね。でここ黒受けたのが少し硬かったですね。今、大事なことはですね、今黒が先に挟んでいったんですよ。で白は中で収まろうと思えばね収まれるんですけど、これちょっとやっぱり硬いという判断で、中にこもってるっていう判断で白は外に頭出していったんで、やっぱここはですね、黒はもう左辺は硬いので、左辺の黒石っていうのはこちら上辺が大きかったですね。飛びが大きいところで、白に逆にこういうところ押しを打たせたかったですね。押し打ってもらえば自然とね左辺は確定地になりますので、それから挟んでくると思うんですけど、これはやっぱ黒戦えますよね。覗きが効いて伸びて、調子で伸びて、これ白嫌な形なので、これは黒が戦える形ですよね。挟んでくる手は怖くないので、飛びが急所でしたね。でこれ黒がね受けたので、ここがお互いの交点なんですよね。この賭けがいい手でしたね。それにしても普通は桂馬ぐらいですけど、これだとやっぱ白も硬いんですよね。普通に受けられてしまって、これはちょっと白パッとしないですからね、賭けまでいった手がとても最強手でねいい手でした。これ読みがしっかりしてるんですよね。大丈夫なんですよ。これ出切ってくる手がもちろん読んでるんですけど、出切ってくる手は大丈夫っていう判断と正確な読みがあるわけですね。これ伸びといて大丈夫ですね。なんか外側無理やりこうやって出てきても、外からもう押さえ込んじゃってね、これ黒出てきても、これカケツギの形でちょうどカケツギの形で白守ってますから、これ黒なかなか外出ていけないですからね。これ明らかに白が有利な戦いですね。だから出切りに対しては引いといて大丈夫ですね。これは賭けが成立してます。十分最強手で最善ですね。これは白が1本取りましたね。先に上辺逆襲してますからね。でつけて、これも筋がいいですよね。白の打ち方がとても筋に来てて、黒の形を愚形にしながら調子で上辺持たれていくと、非常に戦いのセンス、筋がとても参考になるというか勉強になる打ち方ですよね。これは白がとても素晴らしい打ち方ですね。で白が上辺では1本取りましたと。こちらの白切りに回った手順がねうまくて、もう白が左上だけでもう生きてるんですよね。確実に生きてますから。で黒がまだこれ黒当ててるんですけど、頭出しただけでこれまだ収まってないですからね。これまだ黒弱い石なので攻めが効きそうですよね、後々。で黒打ち込んできましたね。一番分かりやすい打ち方は打ち込まれた時の打ち方なんですけど、羽を一回利かして、これ一本利かすの大事で、
羽一本利かしてこちらにコスむのが一番分かりやすい受け方ですね。で黒がもしね切り取りとかだとこれは白が先手取れますので、好きなとこ白がね打てますので、一番分かりやすいのは羽一本でコスむと、これが一番分かりやすいですね。で実戦は、これも最強の手です。もうこれはもう渡りを拒否した手ですね。最強の手。これは黒に右辺で生きられてもっていう展開ですね。外側厚み作れればっていう感じですかね。でここで切っていった手がすごい手でしたね。普通は上どんどんもう上から押しちゃうぐらいなんですけど、すごい手でしたね。これ実戦こっち抱えたので、これは白がめちゃくちゃ良くなりましたね。ここだけで白が確実にいきまして、これ黒まだ生きてないので攻めがやっぱり相当効くんですよね。これは白が良くなりましたけど、問題はこっちに打たれてたら結構難しかったんじゃないかなっていう感じではありましたね。ちょっとここに打たれたら白どう打つのかっていうのが僕にはよく分かんなかったんで、白助けるしかないんですけど跳ね出されちゃうんですよね。跳ね出されて、こっちの2子白を取ってもまだこれ味悪いですし、黒が曲がってく味がちょっと味悪いですし、取れてます。大体取れてるっていう感じで見るとは思うんですけど、やっぱこの3つ取られたら白が相当ひどいんですよね。だからこれはちょっとまずいかなと思ったんですけど、どういう読みだったか定かではないんですけどね。例えばですけど、この後僕なりに考えてみたんですけど、これ取られてたら白が相当ひどいです。この3子は。だからこの3子を助けようってことだと思うんですよね。無理やり。だから当てを利かして、当てはその白2と這う前に先に当てるかもしれないんですけど、とりあえず当てを利かして、こういうちょっとなかなか打ちにくい手なんですけど、こういう当て込み打っちゃおうとしてるのかなっていうのがちょっと思いましたね。で黒当てを打ってからつないだ時に、これ白が一線跳ねる手がありまして、これ渡ってるんですよね。黒の次に一線次で渡ってますね。でこうなると白3子助かってますから、これ白うまいんですけど、これやっぱりね曲がってく味がちょっと気持ち悪いんですよね。でこの時に白は切りを打って2線から当てて、黒取った時に当てて、これ白が跳ねると取られちゃいますからね、切られて伸びるしかないんですけど、で黒押して跳ねる手がありまして、で黒切るんですけど、これ当てを1回打ってから、これ単にこっち打つとやっぱりこの当てから白石が取られちゃいますよね、当てで。だから1回当てを打つのがね大事な手順で、当て1本打ってからこちらに押さえてればですね、これは黒の種石が取れてるんですよね。2手しかないですから。でここまで中村初段が読み切れてたとしたらもう化け物ですね。これおそらく早碁でしょうから、1手20秒とかだと思うので、早碁でここまで読み切れてたらもうトッププロの領域にすでに入ってますね。だからすごい読みなんですよね。これは僕がちょっと時間かけて読んで、こういう感じの読みなのかなっていうのは時間かければ僕もわかるんですけど、とてもじゃないですけど早碁で1手20秒ではここまで読み切れないですからね。もう化け物ですよね。ただねこれ取れてるんですけど、種石を白は種石取れてて一線渡ってうまいように見えるんだけど、形勢が白いいかって言ったら難しいんですよね。これは黒が相当失敗してるように見えるんだけど、実は黒からうまい手があって、この後ねここで読みを普通は打ち切っちゃうんだけど、切る手がありましてね、切る手があって絞る手があるんですよ、こっちに。で白取るしかないのであってって、あれこれちょっとよく見ると白がダメ座りになってましてね。でこれ主張が悪いと白が潰れてるんですよね、こちらに追っかけていく主張で、この場合はやっぱり際どくね左下に白石が待ってるんですね。
だからこの後のね、もう40手以降の読みも、読み切れてての読みだったら相当すごいですね。まあ、ただね、主張悪いんだけど、黒も主張悪いんだけど、かける手がいい手で、まあ、これは白取るしかないですから、まあ、当てが効いてますからね、種飛車取れるんだけど、で読みとしてはもう本当に化け物なんですけど、読みとしてはもう本当に素晴らしい読みなんだけど、対局感としてはやっぱり黒が得してるかなと思いますね。これ捨て石にされて、中央に厚みができたプラスと下辺のこのいっぱいの詰めがいい手でね、これはちょっとやっぱここともともと右辺って白がいっぱいあったとこじゃないですか。だからこの程度の地だったらやっぱ厚みと下辺の黒地が勝るんですよね。黒が正しく打ってたら多分黒が得してましたね。まあ、ただ読みはすごすぎますね。50手以上読んで、まあ、50手以上読んでの切りだったんでしょうね。この切りは相当の最強手でしたね。普通はなかなか早碁では打てない素晴らしい手ですね。でここでもう白がはっきり得しまして、まあ、この後しばらく打ったんですけどね、これ黒がね、まあとりあえず生かしてくださいっていう手で生きただけで、小さい木になりまして、もうここは白がもう取ったのが得しまして、ここ弱かったんですけどね、調子で霧とかの断点残ってたとこなんですけど、桂馬で守りまして、これはもう白がはっきり優勢の碁になりましたね。でこの後もやっぱ中村初段ちょっと強すぎ、もうここまででもう白がはっきり全ての左上の戦い、右辺の戦い、もう全て上辺の戦い全てで白が各所でポイントを取りまして、もうここでも白が相当優勢なんですね。でこの後はもう一方的な内容になりまして、もうこの後黒が勝負手を打つんですけど、全て中村初段が最強手で咎めまして、下辺の黒石を全部取りましたと。黒が勝負手打ってきたんですけど、で中央でも勝負手打ってきたんですけど、中央も全部取っちゃいましたと。ということで、もうこれはもうこの後一方的な内容になったので、解説は割愛させていただくんですけど、もう早碁での読みがもうちょっと化け物クラスになってると、すでにもう多分1手20秒なんですけども、一瞬で50手ぐらい読めてるんじゃないかっていうぐらい素晴らしい打ち回しで、もう内容的にはもう一方的な碁で完勝の碁だったかなと思います。相当読みは強くなってますね。なのでこれから、対局が始まってると思うんですけども、公式戦も始まってるんですけど、公式戦でも王座戦の対局、2ヶ月ぶりの対局があったんですけど、それも勝利したということで、もうこれからね、公式戦も結果が出てくると思うのでね、楽しみですね。というわけで今回はここら辺で終わりにしたいと思います。この動画が面白かったという方は、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。